宇垣まとめ。大日本帝国海軍中将 AI で色を入れる。1945年昭和20年8月15日、大分基地で最後の出撃の直前に撮られた一枚である。この日の正午、玉音放送が流れた。戦争は終わった。しかしその5時間後、11機の彗星が22名の若者を乗せ、大分基地から南へ飛び立った。指揮官は宇垣中将自身。これは戦争史上類を見ない海軍中将による終戦後の特攻の物語である。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。宇垣まとめ。岡山県赤岩郡片瀬村、現在の岡山市東区の出身。1890年明治23年2月生まれ。海軍兵学校40期。卒業時の席次は144人中9位だった。無口で表情を変えない。ハゲ頭の風貌から黄金仮面とあだ名がついた。参謀向きの頭脳明晰な軍人。しかし後に多くの部下を自らの判断で死地に送り込むことになる。その最後が終戦後のこの日だった。連合艦隊司令長艦山本五十六と参謀長宇垣まとめ。1941年8月、宇垣は連合艦隊参謀長に就任。山本長官の補佐役だった。真珠湾攻撃、ミッドウェー、ガダルカナル、太平洋戦争の主要作戦の立案に深く関わった。山本長官は開戦に反対だった。しかし開戦が決まれば勝つために手を尽くす。宇垣はその山本を最も近くで支えた男だった。1943年4月、ブーゲンビル島の上空、山本長官は前線の航空隊を視察するためラバウルから部員基地へ向かっていた。宇垣は2番機に同乗していた。米軍は暗号解読により山本長官の登場を事前に把握。 P38 ライトニング18機が待ち伏せた。1番機の山本機はジャングルに墜落。長官は戦死。宇垣の2番機も撃墜され海上に墜落した。しかし宇垣は重傷を負いながらも生還した。3人の生存者の1人だった。戦争録、宇垣まとめが克明に綴り続けた戦争日記である。連合艦隊参謀長になった1941年10月から書き始めた。開戦、勝利、撤退、敗北、太平洋戦争のすべてを海軍中央の最高幹部の視点で記録していた。海軍の高級幕僚の日記としては極めて稀な第一級資料。戦後原書房から出版され、戦史研究の基本文献となった。英訳版はニミッツ財団からフェイディング・ビクトリーとして出版されている。そしてこの日記の最後のページは1945年8月15日、宇垣自身の手で書かれることになる。鹿児島県鹿屋基地、第5航空艦隊の司令部が置かれていた。1945年昭和20年2月10日、宇垣は第5航空艦隊司令長官に就任した。任務は九州、南西諸島の航空兵力の統括指揮、そして沖縄方面への特攻作戦の総指揮だった。この時期、本土と沖縄を守るために多くの若者が特攻機に乗って飛び立っていく。宇垣はその出撃を見送り続けた。戦争6には特攻隊員の名前と
命中の確認が淡々と記されている。特攻隊員たち、第5航空艦隊が沖縄方面に送り出した若者たちだ。1945年4月から6月にかけて菊水作戦が行われた。宇垣が指揮した組織的な航空特攻作戦である。第1号作戦から第10号作戦まで合計で約1900機の特攻機が出撃した。戦死した搭乗員は2500名を超える。そのほとんどが20代前半もしくは10代の若者だった。宇垣は毎朝彼らを送り出していた。そして毎晩突入電を確認していた。大分県宇佐基地、帝国海軍の航空隊基地だった。1945年8月3日、宇垣は鹿屋から大分の宇佐基地へ移動した。本土決戦に備えた航空兵力の最終配置のためだった。8月に入ると戦況はもはや誰の目にも明らかだった。広島、長崎に原爆が投下され、ソ連が参戦。ポツダム宣言の受諾は時間の問題だった。しかし、宇垣の手元にはまだ動かせる飛行機が残っていた。艦上爆撃機彗星、帝国海軍の急行火爆撃機である。1945年8月11日、宇垣は第701海軍航空隊の佐藤大尉に尋ねた。彗星はあと何機飛べるか。佐藤大尉は答えた。11機あります。宇垣はぽつりと言った。5機もあれば。この時点で宇垣の中には終戦後の最後の特攻という構想がすでにあった。部下の誰一人としてこの言葉の意味を悟ることはなかった。海軍総司令長官小沢治三郎中将、連合艦隊の最後の長官だった。1945年8月14日23時37分、小沢中将は各部隊に攻撃中止の伝令を発した。ポツダム宣言の受諾はもはや確実。明日には玉音放送が流れる。帝国海軍の最後の命令だった。しかし大分の宇垣には別の考えがすでに固まっていた。正式な停戦命令はまだ受けていない。戦総録にはこう記されている。宇垣まとめ決意の朝。1945年8月15日デル時頃、宇垣は参謀たちを集めて宣言した。5機の彗星で沖縄に突入する。本職先頭に立つ。作戦参謀の田中正臣少佐が専任参謀の宮崎隆大佐に報告した。宮崎大佐、そして城島高次少将、横井俊之参謀長らが必死に本意を促した。もうすぐ正式な停戦命令が出ます。お泊まりください。宇垣の返答はこうだった。正式な停戦命令は受けていない。戦闘はなお継続中である。武人として俺に死に場所を与えてくれ。参謀たちはもはや何も言えなかった。中鶴達夫大尉第701海軍航空隊飛行隊長、大分県津久見市の出身。海軍兵学校70期24歳。妻と生まれたばかりの娘がいた。娘の顔はまだ見ていなかったとも伝えられている。8月15日、宇垣からの5機の命令を聞いた中鶴はこう言った。5機と限定するのはもってのほか。部下たちにこう告げた。司令の特攻に部下が随伴するのは当然である。5機の出撃計画は11機に拡大された。22名の若者が巻き込まれることになる決断だった。1945年8月15日正午、玉音放送。全国のラジオから昭和天皇の肉声が流れた。耐え難きを耐え忍び、難きを忍び、戦争は終わった。ただし、大分基地の特攻隊員たちに対しては、上層部の差配があった。
中鶴とその部下たちには玉音放送を聞かせない計らいがなされた。昼食を保海で取らせる名目だった。だが前夜、中鶴は部下を集めて静かに酒を飲んでいた。明日のことは明日語る。中鶴はすでに何かを察していたのかもしれない。大分基地、夕刻、整列する11機の彗星。1945年8月15日、16時15分。玉音放送から4時間後、大分基地に11機の彗星が並んだ。22名の搭乗員が整列していた。各機には通常の500キロ爆弾ではなく800キロ爆弾。燃料は片道分のみ積まれていた。帰る場所は最初からなかった。搭乗員の前に立った宇垣は静かに軍服へ手をかけた。この一枚に映るのは部下の手で襟の階級章を外される宇垣の姿である。外したのは中将を示す階級章だった。もはや司令長官としてではない。一人の特攻隊員として死ぬ。その固い意志の表れだった。階級章を外した宇垣は一脚の椅子の上に立った。画面に映るのは整列した若者たちを前に最後の訓示を行う宇垣である。すでに戦争は終わっている。この出撃に軍事的な意味はほとんどなかった。それでも宇垣は静かに口を開いた。本職、先頭に立って沖縄に突入する。志ある者は続け。短い言葉だった。だがその声におかえぬ者は一人もいなかった。宇垣が命じたのは5機10名のはずだった。しかし今ここに立つのは11機22名。誰も列を離れようとはしなかったのである。夕暮れの滑走路に重い静けさだけが流れていた。訓示を終えた宇垣は幕僚たちと別れの挨拶を交わした。この一枚、宇垣の左手に握られているのは一振りの担当である。かつて連合艦隊司令長官山本五十六から怒られたものだった。宇垣は山本の参謀長としてその長官を最も近くで支えた男である。2年前、二人は同じ空を飛び、共に敵機の待ち伏せを受けた。山本の乗る一番機は撃墜され、ジャングルに墜ちた。長官は戦死。宇垣の二番機も海へ墜ちたが、彼は重傷を負いながら生き残った。あの日、死にきれなかった男が、今、山本の形見を腰に、七へ向かおうとしている。幕僚たちと一人ずつ手を握り、言葉を交わす。その表情は不思議なほど穏やかだったという。帝国海軍最後の特攻隊が今飛び立とうとしていた。遠藤昭明飛総長、中鶴機の偵察員だった。宇垣の登場が決まると、上官は遠藤に告げた。中将を乗せるからお前は降りろ。彗星は本来2人乗り、3人乗りは定員オーバーだった。しかし遠藤は頑として機を降りなかった。私はどこへでも長官のお供をいたします。結果、宇垣、中鶴、遠藤の3人乗りで出撃することになった。定員を超えた最後の特攻機だった。夕刻の大分基地、最後の彗星が滑走路をかける。1945年8月15日17時過ぎ、11機の彗星が次々と離陸した。整備兵たちは敬礼で見送った。ただし、すでに終戦を知っていた一部の兵士たちは冷ややかな目でこれを見ていた。一人で死ね、そうつぶやいた者もいたという。11機の彗星は編隊を組んで南へ向かった。目標は沖縄方面の米軍艦船と地上施設だった。沖縄伊平屋島沖、8月15日の夜である。19時24分、宇垣機より決別電が発信された。
20時25分、宇垣清り、再び伝聞、我奇襲に成功せり、我突入す。直後、突入を意味する長い符号、2が15秒ほど続いた。そして、途絶えた。第5航空艦隊司令部は、宇垣機を含め3機からの突入電を受信した。しかし、米軍側の公式記録には、この特攻による被害は一切記載されていない。伊平屋島の海岸、8月16日の朝、米海軍の揚陸艦 LST-926、その乗組員たちは海岸で焼け焦げたコックピットの残骸と3人の遺体を発見した。1人は頭部が潰れ、右腕が欠損していた。濃い緑色の制服を着用していた。近くには弾頭が落ちていた。LST の乗組員たちはその遺体を砂浜に埋めた。これが宇垣中将と中鶴大尉、そして遠藤飛総長の最後だった。戦後、米兵の証言からそう判明している。突入の瞬間、機は艦への激突を避けるかのように機首を上げた。そして艦の100メートル手前の岩礁に激突したという。最後の彗星、最後の瞬間、リシュトプ3、926に突入する直前、機が機首を上げて艦の手前でそれた。現場の米兵はこう証言している。最後の瞬間、艦への突入を避けるかのようだった。作家、城山三郎はこう推測した。中鶴大尉は終戦後にもかかわらず、米兵を殺せばどうなるか。報復で日本人犠牲者がさらに増える。それを恐れて目標を凝らしたのではないか。そう銃艦を引いた可能性がある。大分市大津総合運動公園、最後の特攻と刻まれた慰霊碑である。数1機の彗星の運命。突入したと認定されたのは5機、不時着したのは3機、行方不明1機、戦死者18名、生還者5名。慰霊碑には18名の名前が刻まれている。宇垣まとめ、中将、中鶴達夫、大尉、遠藤昭明、飛総長、伊藤幸彦、中尉、大木正夫、上飛曹、そして続く13名の若者たち。その平均年齢は20代前半だった。海軍総司令教官、小沢治三郎中将。8月16日の朝、宇垣まとめの出撃を知った小沢中将は激怒した。連合艦隊航空参謀、淵田光雄大佐にこう語った。皇軍の指揮統率は大命の代行である。市場を置いて一兵も動かしてはならない。玉音放送で終戦の大命が下された後、兵を道連れにすることはもってのほかである。自決して特攻将兵の後を追うというのなら、一人でやるべきである。小沢中将は宇垣たちに対する感謝状を起案させなかった。宇垣の死は軍の正式記録から外された。第5航空艦隊司令長官、宇垣まとめ。その最後は誇りでも命令でもなく至上だった。戦争6、最後のページ。宇垣自身の最後の文字。未だ停戦命令に接せず、多数準中の将士の後を追い、上は陛下に対し奉り、下は国民に対して臣謝するのみ。これが宇垣まとめが残した最後の言葉だった。1941年10月から4年近く綴り続けた戦争日記。その筆を置いたのは出撃直前の宇垣自身。8月15日、夕刻、戦争6はここで終わっている。宇垣まとめ、海軍中将。1890年、明治23年生まれ。1945年、昭和20年、8月15日没。享年55。
海軍兵学校40期卒業時の席次9位、連合艦隊参謀長として山本五十六長官に仕え、ブーゲンビルの撃墜から生還した男。第5航空艦隊司令長官として菊水作戦の総指揮を取り、多くの若者を特攻に送り出した。そして玉音放送が流れたその日の夕刻、宇垣自身もまた特攻機の助手席に乗り込み、22名の部下を引き連れた。武人として俺に死に場所を与えてくれ、そう参謀たちに告げた。しかし巻き込まれた若者たちもいた。中鶴達夫大尉24歳、妻と生まれたばかりの娘を残して飛んだ。司令の命令に随伴するのは当然と考えた。22名の若者たち、その多くが20代前半。すでに戦争が終わったと知っていた者も、知らされていなかった者もいた。整備兵たちは敬礼で見送った。しかし一部の兵士は冷ややかな目でこれを見ていた。一人で死ねとつぶやいた者もいたと伝えられている。8月15日20時25分、沖縄伊平屋島沖、宇垣からの最後の伝聞、割れ突ニュース、長い符号2が15秒続き途絶えた。米軍に被害はなかった。11機のうち突入と認定されたのは5機、戦死者18名。だがこの出撃には生きて勝った者もいた。11機のうち5名はエンジンの不調などで沖縄までたどり着けなかった。鹿児島の沖や仙台川の河口地に不時着し1名を取り留めたのである。総従員だった大島春和さんもその一人だった。終戦からおよそ40年後、自らが不時着した海岸を再び訪れ、こう語っている。終戦をうすうす感じながらの出撃だった。国のために死ぬのは当然と考えていたから疑問にも思わなかった。死を覚悟して飛び立ち、生きて戦後を歩んだ数少ない当事者の言葉である。大分市の大津総合運動公園に最後の特攻と刻まれた慰霊碑がある。18名の名前が今もそこに残されている。海軍総司令長官小沢治三郎中将は宇垣たちに感謝状を出さなかった。兵を道連れにすることはもってのほか。宇垣の判断は軍の正式記録からも外された。特攻で戦死した者には2階級特進が与えられるのが常だった。だが終戦後に飛び立ったこの18名に特進はなかった。指揮官の宇垣まとめでさえ死後大将に信任されることはなかった。攻撃中止の命令が出た後の出撃だったこと、短期で突入せず数機を引き連れたこと、それが海軍が昇進を認めなかった理由だった。戦争録は宇垣の手で書き残された。1941年から4年間、太平洋戦争のすべてが克明に綴られている。宇垣まとめという男の栄光と苦悩と、そして暴走、その戦争がこの日記にある。戦後、戦争録は出版され、戦史研究の第一級資料となっている。宇垣の人生は山本五十六の死から始まり、自身の死で終わった。ブーゲンビルで上官を救えなかった。その悔いが終戦後の特攻につながったのだろうか。それともただ戦い続けるしかなかった軍人の習い性だったのだろうか。判断するのはこれを見ているあなただ。戦争にはたくさんの個人の物語がある。正しいものも誤ったものも英雄も加害者も、そのすべてが写真の中に確かにいる。戦争で亡くなった先人たちの遺勢の上に今の平和な日本がある。私たちはそのすべてを忘れてはならない。カラーで蘇った彼らは確かにそこにいた。軍人として若者としてそして人々として。あなたのご家族やご親戚に終戦後の混乱期を生きた方はいらっしゃるだろうか。特攻隊員のご遺族の方がもしコメントを見ていればその物語を聞かせてほしい。この動画について思うことがあればコメントで聞かせてほしい。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただければ高評価、チャンネル登録で応援をお願いします。